皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球中国の方よろしくお願いします。本日のテーマはバックハンドが振れる選手と振れない選手の差は何かということについてやっていこうかなと思います。で、これは初心者中級者の方が対象で、今全国各地回ってて、初心者の方とか特にバックハンドがなぜこの子はすごい綺麗に振れる、でもある子は全然教えてもいいバック振れない、その差は何なんだっていう、同じ中学校内でも振れる選手振れない選手の差がやっぱこうできてしまいます。でそれは単純にセンスがあるからとか感覚がいいからっていうので、この子はバックが振れるんだなっていうふうに見ちゃってる方が多かったですね。でも実はこのバックが振れるか振れないかは、最初のバックを振る時の振り方の時のちょっとしたあることを変えただけでバックが振れる選手になることが分かりました。でこれは皆さんまずバック対バックやるときに基本でこうバック振ります。でこの時にバックが振れない選手はラケットの面が立っている状態ですね。こういう状態です。こういうバックハンドをしている方はやはりバックドライブが振れない、もしくは後々バックで伸び悩む選手になる確率が非常に高いです。この先端をちょっと上の方にして縦にする。なぜこのバックハンドがダメかと言いますと、バック対バックを続けている分には別にこのバックハンドに問題ないです。当てやすいですし、ただこれから将来バックハンドをドライブを覚える、つつき打ちの強打を覚える、プッシュを覚えるっていうバックハンドの上のレベルの技を覚えるときに、これを立ててる状態だと手首が回らないですよね。これ以上バックドライブしようとしても手首がもうここまで来てるので、なんかこういうバックドライブちょっと不自然ですよね。見ててちょっと難しそうな、バックドライブ振れなさそうだなっていうバックハンドがもういかにもこういう典型的にバックが振れない選手のバックハンドドライブみたいな感じになっています。やはりこう立ててしまうとバックドライブができない、手首が使えないので攻撃系の高い技を覚えれませんし、つっつきが厳しいのが来たらこれでバックドライブちょっと難しいですよね。持ち上げれないです。だからバックドライブが打てない選手、バックが振れない選手になってしまいます。なので最初のバック対バックをやるときにこう縦にするんではなく、先端をちょっと横にしてください。こういう感じです。先端が45度ですね。10時半時計でいうとっていう位置を見てもらって横にしてバックハンドを振ってください。そうすると不思議なことに手首が返ります。回ります。先の横はここ手首がもう限界でこれ以上曲がらなくて押すことしかできなかったんですけど、ラケットを横にすると手首がこう回ります。でバック対バックをやっている分には普通にポン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 やってるだけでは縦でも横でも正直変わらないです。ただバックドライブを覚える、強打を覚えるっていう上のバックハンドを覚えるときには横にしておくとバックドライブこう手首が最後返るんでちゃんとバックドライブかけれますね。先ほどより自然な振りですよね。フリスビーを投げるようなバックドライブが打ちやすいですよね。こうやって見てて手首がしなやかに回っている。やっぱ強い選手の特徴はバックドライブでしなやかに振っている、手首がしっかり返っているっていう方がやっぱり非常に多いので、やはりこう横にした方が手首がこう可動範囲が一気に2倍3倍に増えるので、それでバックドライブかけるっていうふうにやるとバックが振れる選手になります。なので最初皆さんまず卓球やり始めた方、もう今バック振っててなかなかうまくいかない方はラケットを縦にしている方が多いですので、もう最初から基本打法の時から縦にするんではなくて、これちょっとヘッドを横に気味、バックを横気味から出す感じで振るようにしてください。もう日頃からこの横にしておけば、ここからつつき打ちバックドライブ溜めて手首使って飛ばせます。相手を揺さぶる、ブロックでも回せます。で幅広いですよね。こっちは押す、かける、ブロックする、弾くなどできます。ただ縦は押すことしかできないです。もう明らかにバックの種類が全然違いますよね。だから裏の選手、バックが裏ソフトの選手は必ずラケットの面を横にしてバックの基本打法をこれからやってみてください。あとやっぱり試合中もラケットの面が立っている選手はこのワンコースで打つ分には全然ポストライクゾーンで取られるんですが、やはり試合中はこうコースが変わってきます。でその時にやっぱ縦の場合はこういうバックハンドになってしまいます。自分のスポットから外れた時に対処法がもう上げるしかできないです。だからバックが振れない選手はこういう感じですよね。振れないです。でこれだと狙われてしまいます。だから横にするとワンコースではさっきの立つと横は変わらないですけど、ただコースがずれた時、相手がこう速い攻めをしてきた時に横にしておけば、こっちに来た時に横から手首を使ってバックドライブで
返すことができます。このバックドライブとこのバックドライブ、もう全然違いますよね。完全に横からした方が持っていくことができます。で、表の選手はちょっと例外で、縦でも OK です。縦でも横でもありです。表の選手はやっぱりバックドライブの本数が裏よりも少ないということもありまして、縦にすればナックルで止まりやすいです。なので表の選手で縦で止めている方、たまにいますよね。でこうするとブロックが止めやすい、ナックルになる。でツッツキ打ちはこうやってあんま振ることが表の選手はそこまで 裏ほどゴーンと打つことはあまりないので、だからこの縦の面のままで表らしさがいきやすいかなと思います。だから表の選手は縦でも横でも OK です。で裏の選手はバックハンドはできるだけヘッドを横にして手首を常に使える状態にしてみてください。そうすればバックが振れる選手に今からでもなります。できるだけ早いうちにバックを横にして日頃から振るように、基本打法から応用まで全部やるようにしてみてください。